世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。世界最大の砂漠であるサハラ砂漠と世界最長の川ナイル川があるアフリカ大陸。ここには広大な国土を持つ様々な国が存在しますが、皆さんはどのようなイメージを持っていますか？今回はアフリカ大陸のある国で生活する日本人に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。北東アフリカに位置し、エジプト、リビア、チャド、中央アフリカ、南スーダン、エチオピア、エリトリアと接する国、スーダン共和国。2011年7月に南スーダン共和国が分離独立する前は、アフリカ大陸最大の面積を誇る大国で、現在もアフリカで3番目に広い面積を誇っています。かつて、イギリスとエジプトによる共同統治下に置かれていたスーダンでは、主にイスラム教を信仰するアラブ系住民が多い北部、現スーダンと、キリスト教や伝統宗教を信仰するアフリカ系住民が多い南部、現南スーダンを分断する植民地政策が取られていました。そして1956年、イギリスとエジプトから独立する際、北部と分離・独立を求める南部の間で内戦が勃発し、以来2011年の南スーダン独立まで約半世紀にわたる長い紛争がありました。そして現在も西部のダルフール地方や南スーダンとの国境地帯に紛争地域を抱え、政治経済的には困難な国家運営を強いられています。そんなスーダンに住んでいるある日本人男性が発信しているスーダンライフというブログが以前海外で大きな話題になっていました。その内容は漫画日記でスポーツや音楽、宗教関連や住宅事情など、実際に現地で生活をしていないとわからないようなスーダンの文化や国民性などユーモアを交えて紹介したもの。スーダンでのびっくりする習慣やコミュニケーションの取り方など、実際に触れた驚きや発見の日々を日本語とアラビア語を交えて紹介している素敵な漫画日記です。このブログに関して、スーダンの姿が実によく描かれているとして、現地だけでなく海外でも絶賛されており、このブログを紹介した記事にはたくさんのコメントが寄せられていました。ここからはその一部をご紹介しますので、一緒に見ていきましょう。海外の反応。日本人の目を通して描かれるスーダンは細かい部分までよく観察されていて、実に面白いね。私の生まれ育った国が日本人からはこう見えているんだね。このブログを見て日本の現状が知りたくなったわ。自分の住んでる国のことって意外と知らないことも多いしね。それに違う文化を学ぶことは人を大いに成長させてくれる。日本人の目を通して見るスーダンはこんなにも美しいんだね。一度訪れてみたくなったよ。確か暖かい気候なんだよね。半袖で大丈夫かな？日が強い地域も多いから長袖の方がいいですよ。シンプルに褒めてくれてるのがいいよね。あとその人独自の視点もあるし面白い。いつか僕の国インドにも来てもらってどんな風に感じるのか聞いてみたいな。私も日本に行って同じようにジャパンライフの漫画日記をつけてみようかな。絵が描けるならぜひやってほしいよ。日本人にここまで理解してもらえてるなんて、俺はスーダン人として誇らしいよ。ワンピースに出てくるクロコダイルの登場には大爆笑した。日本の人たち、悪魔の実に似ているフルーツがスーダンにはあります。絵がうまいし、ユーモアも散りばめられていて素晴らしい。もしかして日本人はみんなこういう漫画が描けるのか？どうして日本人ってこんなに可愛らしいことを思いつくんだろう。いかん、スーダンの謎が世界にバレてしまう。もう遅い。っていうか、スーダンに日本人が暮らしてたの？どこだろう。
私はハルツームに住んでいるけど、日本人、いえ、アジア人はあまり見たことがないわ。あ、俺もそれ驚いた。スーダンに住んでいる日本人を初めて知ったよ。スーダンの生活にかなり溶け込んでくれてるんだね。まるでスーダン人になったみたいじゃないか。この日本人はすでにスーダンの伝説となったと言ってもいいんじゃないか。日常を本当によく見てるし、完璧に描写してる。日本語もアラビア語もわからないけど、絵を見れば何についての話なのかちゃんと伝わってくるのがすごい。この投稿を見ているスーダン人以外の人に言っておくけど、漫画で書かれている描写は 100% 本当のことだから。スーダンの観光 PR をこの日本人に任せた方がいいと思う。きっとたくさんの観光客が来てくれるよ。レジ袋の指を入れる穴が片方しか開いていないのはアラブ社会だからとしか言いようがないな。日本ではありえないことだろうね。日本人はどんな仕事も細かくて丁寧だから。この日記はスーダンの文化遺産として大事にした方がいい。若干誇張されてる部分もなくはないけど、本当に面白いから。カナダにいる日本人もこの人みたいに絵も字もとても綺麗だ。それに今の環境を満喫しているように感じる。日本人はそういう人種なんだよ。イギリス人です。隣に日本人が住んでいて、たまにご飯を一緒に食べるんだけど、食べ方も話し方も全てが綺麗だよ。素晴らしいドキュメンタリー作品だったよ。ありがとう日本の友人。この日記を見て決めた。来年はスーダンに行くよ。以上が海外の人々の反応でした。自分たちの国や文化に積極的に溶け込んでいって理解し、現地での生活を楽しんでいる姿はスーダンの人々だけでなく、世界中の方々が羨んでいましたね。今回話題になっていたスーダンですが、実は質がいいという理由で日本製品を使っている人が多いようで、トヨタの車やソニーのスマートフォン、冷蔵庫やテレビといった家電製品だけではなく、日本製の住宅に住んでいる人もいるのだとか。また、ハイテク機器に加えて日本漫画やアニメも大好きなようで、キャプテン翼やナルトに影響されて自分で漫画も描いてしまう人もいるようです。スーダンに日本の電化製品、漫画やアニメが浸透しているのは意外ですね。そんなスーダンでは3つ世界遺産に登録されている場所があります。ここからはその3つすべてをご紹介しますので、気になった場所がありましたら動画を見終わった後に調べてみてください。1、ゲベルバルカルトナパタ地方の遺跡群。2003年に世界文化遺産に登録され、スーダンで最初の世界遺産となったゲベルバルカルトナパタ地方の遺跡群は、紀元前900年から紀元350年頃に繁栄した古代エジプト時代古代都市ナパタの遺跡群です。ゲベルバルカルは首都ハルツームから北に約 400km に位置する高さ約 100m の山で、最高神アモンが住むという聖なる山と崇められた山の切り立った崖下に遺跡群が残っています。ナパタ地方を中心に栄えた強大な古代クシュ王国の遺跡群は世界遺産にふさわしく、スーダンの宝物と言われているそうです。2、メロエ島の考古遺跡群。2011年に世界文化遺産に登録された世界遺産メロエ島の考古遺跡群は、古代クシュ王国の3番目の首都として栄えたメロエの地に残るピラミッド遺跡群で、南方系ピラミッド群があり、メロエ朝の王妃の墓所遺跡となっています。エジプトのピラミッド型とは異なり、傾斜角度が急で底辺が短く、入り口が H 型になっているのが特徴。遺跡群は広大な砂漠にあり、周りの眺めも素晴らしいので、スーダンを訪れた際は寄りたい場所ですね。3、サンガネブ海洋国立公園とドゥンゴナブ湾ムッカワル島海洋国立公園。紅海にある2つの国立公園は2016年に世界自然遺産に登録されました。サンガネブ海洋国立公園は世界最北端の環礁とされています。ドゥンゴナブ湾ムッカワル島海洋国立公園はムッカワル島などの島々を中心としたもので、マングローブに見られる多様な生態系や
ジュゴンなどの希少大型海洋生物が生息。スーダンの壮大な自然を目の当たりにできる世界遺産です。以上、3つの世界遺産をご紹介しましたが、気になった場所はあったでしょうか？あまり知られていないかもしれませんが、訪れる価値のあるスポットばかりなので、スーダンに興味が湧いた方は、ぜひ一度足を運んでみてくださいね。ただスーダンの場合、地域によっては砂漠気候となっていて、気温の変化が激しいことが特徴です。その点は日本と大きく異なるので、観光の際は体調や服装に十分気を配るようにしましょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。スーダンの世界遺産行ってみたいですね。そしてこのブログも見てみたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。